自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。今回ご紹介するのは電通でコピーライターとしてご活躍中の荒木俊也さんが執筆した瞬時に言語ができる人がうまくいくです。大反響を呼びすでに4万部が売れている一冊となっております。皆さんは言語化スキルって聞いたことありますか？これ実はめちゃくちゃ大事なんですよ。本屋さんには多くのコミュニケーションの本が売ってますよね。これはもうすでに誰かが言語化してくれた言葉をどうやって言うかっていう伝え方のスキルを教えてくれるものが多いんですね。でもここが落とし穴なんですよ。伝え方ってそもそも言いたいことを言語化した後のステップなんですよ。例えばいくら料理の調理法を学んだところで食材の質そのものが悪かったら美味しくはならないですよね。それと一緒で伝え方だけ磨いてもそもそも何を伝えるかが整理されていなかったら相手には響かないんですよ。ちょっと思い出してほしいんですが、誰かの言葉にぐっと心が動かされた時って言い回しじゃなくてその人の中身とか思いとか考え方が伝わってきませんでしたか？逆に内容がスカスカなのに表現だけ凝ってるとなんか上っ面だなってすぐバレちゃいますよね。人間って意外とそういうの敏感なんですよ。で、ここからが超大事なんですが、私たちが普段ぼんやり思ってることって実は言葉の形になってないんですよ。例えて言うなら、霧がかかったみたいにモヤモヤしてる感じなんですね。このモヤモヤの霧を晴らしてくれるのが書くという行為なんです。ズバリ書く練習をすることで言語化力がアップするんですよ。だから言語化力はセンスじゃなくて能力なんです。筋トレと同じでいきなり上手くなるもんじゃないんですね。だからコツコツ鍛える必要があるんですよ。皆さんの周りにも本質をついた意見をズバッと言える人っていませんか？あの人たちは実は言葉のスピードと深さが両立してるんですよ。じっくり考えてるんじゃないのって思いますよね。実はそういうわけでもないんですよ。そして言語化力の訓練をすれば意見を言う速さも深さも同時に手に入れることができるんです。じゃあどうやって書いて鍛えるのって話なんですけど、それはズバリ A4 の用紙を使ったメモ書きなんです。今回はそのシンプルなトレーニング方法について解説していきたいと思います。その前になぜメモ書きで言語化力が鍛えられるのかって話を簡単に説明していきますね。まずあるテーマについて思ってたことって脳の中では大半がイメージの状態なんですね。言葉になっているのはほんの一部だけなんです。で、そのほんの一部をまずメモに書き出すんですよ。これだけで脳の外に出て客観的に自分の言葉を見れるようになるんです。その書き出した言葉がトリガーになるんですよ。そこからぼんやりとしてたイメージが自然と言葉に変わってくるんですね。で、またそれをメモに追加するんです。そしてまたそこから連想が広がっていってさらに言語化が進むんですね。こうして生まれたたくさんの言葉たちを今度は改めて見返して再認識するんです。あ、私ってこう思ってたんだって気づける瞬間が来るんですよ。こうして自分の中にあった漠然とした思いや意見がちゃんと言語化された状態で脳にストックされていくんですね。これすごくないですか？思ってることを言葉にするこのメモ書きって地味だけど最強のトレーニングなんですよ。それではこのメモ書きトレーニングの具体的な方法について説明していきますね。参考になりましたらいいねボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回は言語化に悩んでいるシンジさんと会話をしながらメモ書きをしていきたいと思います。シンジさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。京介さんお疲れ様です。最近ずっと思ってたんですが、自分の考えをうまく言葉にできなくて、言語化ってどうやったら上達するんでしょうか？シンジさん、それめちゃくちゃいい気づきですね。実はですね、言語化って才能じゃなくてトレーニングなんですよ。しかもやり方を知ってるだけで早い人なら数日、普通でも2週間ぐらいで効果が出てくるんです。そんなにすぐ効果が出るんですか？ぜひやり方を教えてください。もちろんです。まず使うのは A4 のコピー用紙です。ノートでもいいんですけど、書いた後は使わないので、気兼ねなく捨てられるコピー用紙の方がおすすめです。そうなんですね。で、そこに何を書いていくんですか？まず、紙の一番上に問いを大きく書いて四角で囲むんですね。例えば最近仕事で嬉しかったことは何かとかです。問いは必ず一つだけに絞ってください。問いは一つ大きく目立つように書くんですね。そうなんです。今日のお仕事で何か問いはありましたか？そうですね。今日の会議は4つもあったんですけど、そのうち3つはただ参加してただけであんまり意味がなかったんですよ。なので、意味のある会議にするためには、問いにしてもいいですか？はい、いい問いだと思います。次にその下を思考と理由の2つに分けるんですね。思考の欄にはどう思う、どう感じると思うことを書いて、
理由の欄には、なぜそう思う？なぜそう感じると思うことを書くんですよ。まずは思考の方に思いついたことを1行で書き出してみてください。一行でいいんですか？じゃあ、会議に参加している人が多く、時間のもったいないとかですかね。いいですね。次にやることは、そこからそれってどういうことと問いかけて、芋づる式にどんどん掘り下げていくんですよ。書きながら考える感覚です。わかりました。書いています。書けました。お疲れ様です。芋づる式に書けましたね。会議に参加している人が多く時間がもったいないのはどう感じるかというと、気がついたら偉い人が話しているだけ、そしてほとんどの参加者は話を聞いているだけ、そして特にリモートの人は会話をすることが少ないということですね。この後はどうすればいいんですか？はい。それでは思考エリアの最後に書いた言葉を丸で囲ってください。そしてその言葉についてなぜそう思ったかを理由エリアに書いていくんです。すると自分でも気づいてなかった本音がポロッと出てくることがあります。だから思考、理由の流れなんですね。一番最後に書いたのが、特にリモートの人は会話することが少ないなので、なぜそう思うかというと、物理的な接点がないと意見を出しづらいからですかね。いいですね。それを深掘りしたらどうなりますか？ちょっと待ってくださいね。どうでしょうか？いい感じに書けましたね。すれ違いや目が合うなどの偶然のタイミングが起きないときっかけがない。きっかけがなければ相手の状況がわからないから声をかける理由も見つけにくい。相手の反応が読めない分、結局こちらから動くのが怖くなって消極的になってしまうということですね。書いてみてどうでしたか？そうですね。書く前はなんかモヤモヤしてたんですけど、書いてみると、そういうことだったのかってことがちょっと分かってすっきりしましたね。いいですね。こうやって言語化することによって何が原因だったかを考えることができますし、何よりも頭の中のモヤモヤが解消されていくのがいいですよね。ちなみに今後はこの一連の流れを2分でやってください。2分ですか？短くないですか？実は2分という制限時間の中で書くことで集中力がアップするんですよ。この環境で書き出すことで自分でも気がつかなかった無意識に感じてた思いとか意見に出会うことができるんです。ただし問いはあらかじめ書いておいていいですよ。日頃からメモ帳に問いを書いておくなどしてストックしておくのがベストですね。問いは用意していいんですね。安心しました。2分は短いように感じますが、この短時間で書くことも意味があるんですね。そうなんです。そして1日目標3枚を書くようにしてください。3枚ですか？ちょっとそんな時間はないかもです。そう思うかもしれませんが、2×3 で6分ですよ。日頃の生活のルーティンに入れれば取り組みやすくなると思います。例えばお昼休みに1枚、通勤帰りに1枚、寝る前に1枚とか、確実に時間が取れる時に組み込むのがいいかもしれませんね。確かにたった6分ですもんね。こういう時に時間がないって言ってしまう自分の考えも見直さないとな。なるほど。その考え自体もメモのトレーニングの問いにしてみてもいいかもしれませんね。いいアイデアですね。こう考えると、問うための題材ってそこら辺に転がってるのかもしれませんね。おっしゃる通りです。ちなみに先ほど書いていただいたメモなんですけど、これは思考の際に出来事ベースで書いてますよね。実はこの出来事ではなく、感じたことを思考にかけるといいんですよね。つまり感情に目を向けるってことですね。そうなんです。多くの人が出来事だけを書いちゃうんですけど、その時自分は何を感じたかを言語化できると、自分だけが言えるオリジナルの意見を言えるようになるんですよ。人ってそういう意見に心を動かされるんですよ。確かにそういう人が発言すると、この人は自分の考えを持っていてすごいなって感心しますよね。そうなんです。このメモ書きトレーニングをうまく使ってあげれば、そういった言語化力まで鍛えることができるんです。先ほど私が書いた意味のある会議にするためにはで、感じたことに変えてもう一度書いてみていいですか？はい。ぜひチャレンジしてみてください。書けました。いかがでしょうか？2分でしっかり書き切りましたね。意味のある会議にするためにはという問いに対してどう感じたかというと、何決めたのって終わった後に思って、意味あったってなったんですね。それどういうことかっていうと、時間もエネルギーも持ってかれたのに何も残らなくてモヤモヤしたんですね。それってどういうことかっていうと、話した人だけスッキリして自分はただの聞き役って感じだったんですね。
それってどういうことかっていうと、結局この回何のためだったのと感じたんですね。そしてそれに対してなぜそう思うかというと、最初に目的やゴールの説明がなかったからということですね。それってどういうことかっていうと、目的不明の会議って地図なしの旅みたいで不安だということですね。それってどういうことかっていうと、どこに向いてるか分かれば自分が何すればいいかも見えると。それってどういうことかっていうと、だから最初にこの回で何をしたいかを共有するだけで集中力が全然変わるということですね。書いてみてどうでしたか？そうですね。自分の感じたことを書いたので、さっきよりも自分の考えに近いことが書けた気がします。いいですね。感じたことを中心に書くと、このように自分だけが持っているオリジナルの考えを言語化できるんですね。このトレーニングを繰り返していくことで、今回導いたような深い考察をすぐに言語化して発言することができるようになりますよ。まずは2週間続けてみてください。ありがとうございます、京介さん。今日から早速やってみます。はい。ということでいかがでしたでしょうか？このトレーニングを1日3回行うだけで言語化力がぐっとアップして、とっさに発言を要求されても自分だけしか出せない相手に響くオリジナルの意見をすることができるようになりますよ。皆さんもぜひ騙されたと思ってまずは2週間試してみてください。まずはお手元にある紙で1回書いてみてください。時間は2分ですよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。